こんにちは、みえこです。今日は一つのパターンで2種類のポーチを作りましたのでご紹介します。まずはキルト綿用意します。そして中央に小さい布ですね。で、いつものようにロングキャビンの縫い方でキルト綿の上に布を縫います。わかりやすいように赤い色の布とベースが白い布を使って作りましたので、色に迷ったら2種類だけで簡単にできそうですよ。縫い代は7ミリぐらいで縫いましたが、もっと多くても大丈夫ですよ。そしてキルト綿の大きさより7ミリぐらい大きくなるように布を縫ってくださいね。もちろん縫い代1センチで縫った場合は1センチ大きくなるように縫ってくださいね。そしたらプレスして縫い代をきれいにカットします。まずはこれを2つ作ります。次に裏布を用意します。裏布は縫い代 2.5、 トップより縫い代 2.5 大きくします。そしてステッチします。糸は何でもいいですよ。そのまま縫ってもいいですし、しつけをして仮縫いをしてから縫ってもいいですよ。ステッチ終わったら布の端をこのように折って、ここミシンで縫いますが2箇所だけ折ります。
2枚作ってくださいね。そしたら1枚だけトップと同じ大きさに縫い代をカットします。これを1センチぐらいの縫い代で縫います。そしたら布の端を隠すようにもう一度縫いますよ。そしたらこの角をこのように折ってまちを作ります。次にファスナーつけます。ファスナーの大きさは20センチですよ。中央に印をつけます。そしたら中央から針で留めます。このように針で留めてミシンで縫います。裏布を見ながら縫います。曲線のところはゆっくり縫ってくださいね。もちろん手縫いで縫ってもいいんですよ。無理をしないで縫えるところまで縫ったら終了します。そして反対側も同じように縫います。中央から針で留めて同じように縫いますよ。ミシンで縫ったらその後このようにファスナーの布の端を手縫いで縫いました。
これで1つ完成しました。次は同じパターンを6枚使って少し大きいサイズのポーチを作ります。パターンは6枚ですよ。これ順番に縫いますね。次にこれ全部塗って1枚のトップを作ります。できました。そしたら裏布用意します。縫い代は 2.5 つけてくださいね。そしてステッチします。終了したらこのように布の端を折ります。で今回は3箇所折りますよ。でこれをミシンで縫います。縫ったらこのように半分だけ縫い代カットしてもう一度縫います。次に布の端を隠すようにもう一度ミシンで縫います。今度はまち折りますよ。好きなだけ折ってくださいね。次にファスナーつけます。ファスナーの大きさは30センチですよ。この辺りに印をつけます。で端からこのようにまたファスナー合わせて印のところでちょっと下がってつけます。先ほどと縫い方は同じですよ。そしたら反対側も同じように縫います。まずこの角の印を合わせます。
できました。そしたら穴の開いているところとファスナーの布の端を手縫いで縫います。はい、できました。大きいのも小さいのも使いやすいと思うので、ぜひ作ってみてくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。